沢渡です。今日は描けない日を絵が上達する日に変える方法についてお話しします。今日は描けなかった。また無駄な一日だった。忙しくて絵を描く時間が取れない。実は私も以前は絵を描けない日があるとまた無駄な一日だったと落ち込んでいました。でも安心してください。実は描けない日こそ絵の上達につながる貴重な時間なんです。今日お話しする方法を知れば描けない日でも罪悪感を感じず、むしろ今日も成長できたと感じられるようになります。そんな未来が待っています。私自身もこの方法で通勤時間や散歩中に絵のスキルを向上させてきました。科学的根拠に基づいた方法なので誰でも実践できます。でもその前に一つだけ知っていただきたいことがあります。絵の上達は描く時間だけでなく、観察する時間、考える時間、暗記する時間も重要だということです。実際にペンを動かす時間は絵の上達に必要な時間の一部に過ぎません。描けない日があるのは仕方ないと諦めるのではなく、その時間を有効活用する方法があることを知ってほしいのです。そもそもなぜ描けない日を無駄な時間と感じてしまうのでしょうか。多くの人は絵の上達には描く時間こそが重要なのだと感じているからです。実はこれが大きな勘違いなんです。でもこう思いませんでしたか？いやいや、描かないでどうやって絵が上達するの？その答えが次のセクションでお話しする3つの方法なんです。描けない日を上達の機会に変える方法の1つ目は、通勤時間で人の立ち姿やポーズを観察する方法です。例えば前を歩く通行人の後ろ姿を見て人体の比率を測ったり、肩や首などの美術解剖学的な知識を当てはめたりするのです。2つ目は街の風景からパースの法則を発見する方法です。なぜ風景を見ることでパースが理解できるのか？紙に小実線とか書かないといけないんじゃないのと思うかもしれません。風景を見てパースを発見できる理由は、パースが私たちが普段見ている景色を紙の上にそのまま再現するための方法だからです。パースの本質とは、近くにあるものは大きく見えて、遠くにあるものは小さく見える。これだけです。ちょっと箱を使って考えてみましょう。この箱の上の面の手前の辺と奥の辺の長さを比べてみてください。手前の辺の方が明らかに長く見えるはずです。これは手前の辺の方が私たちの目に近く、奥の辺の方がより遠いからです。そして初心者が苦労しがちな斜め線は、単純に手前と奥の線の長さの違いによって生じているだけのことなのです。遠近感によって奥の線が小さく見えるために、こういった見え方になります。これが本当の基本で、小質点や水平線といった専門用語は実は枝葉なんです。このようにパースの法則が日常風景の中にどのように当てはまるかを確認してみましょう。3つ目は、歩いている時になんとなく気になった光景を写真に撮ってみて、そこから構図を考える方法です。例えばこれは私の飼い猫ですが、写真を撮ってみて、それに3分割法を当てはめてみた時に、どうすればより魅力的な画面になるかを想像してみるのです。例えばこんな感じ。でもここで疑問に思いませんか？ 3 つの方法は分かったけど、なぜこれらが効果的なの？それを理解するためには、脳科学的に正しい勉強法について知らなければなりません。脳科学の研究で効果的な学習法は明らかになっています。その中で最も効果的な学習法の一つはテストです。スタンフォード大学オンラインハイスクール校長の星博士によると、自分の頭で思い出す勉強法が他の勉強法より格段に効果的であることは、100年以上の研究の歴史の中で明らかになっているそうです。逆に授業を聞いたりテキストを読んだりしながらノートを取って復習するときに見直すといった一般的な勉強法は、やったつもりになるだけで学習効果が低いのです。日本女子大学教授の竹内博士によると、テストが効果的なのは、自分の頭の中から思い出すことによって覚えた内容を取り出しやすい形に変形するからだと考えられているそうです。つまり単に覚えることと使える知識にすることは別のことと言えるんです。先ほどお話しした3つの方法は全てテスト効果を狙った学習法です。1つ目の通勤時間での観察は、実際に景色を見ながら関連する知識を思い出すことで、覚えた知識がより思い出しやすい形に変わります。これを繰り返すことによって知識が定着し、実際に絵を描くときにも効果的に使えるようになるのです。2つ目の街の風景からパースの法則を発見は、日常の風景を観察しながらパースの知識を思い出すことで知識を定着させています。風景を見て、この建物の手前と奥の長さの違いはなぜ生まれるのかなどと考えることで、パースの知識をテストしているのです。3つ目の写真撮影からの構図分析は、撮った写真を見ながら構図の知識を思い出すことで知識を使える形に変形していきます。写真を見て3分割法を当てはめるとどうなるかと考えることで構図の知識をテストしているのです。
これらに関して意識してほしいのは、自分の知識が目の前のものにどう当てはまるかを考えることで、絵の表現力が向上し、絵の質も向上するということです。これら全てが科学的に証明されたテスト効果を活用した学習法なんです。ただ、こう思いませんか？ 3 つの方法は分かったけど、実際に続けていける自信がないんだよな。その答えが次のセクションでお話しする継続のコツなんです。まず、最初は完璧を求めすぎないでください。1分でも行動できたら OK と自分を褒めましょう。朝バタバタ準備して乗ったり、仕事で疲れて乗った電車の中で勉強するのは正直私でもしんどいです。実際、私が通勤電車に乗っていた時は1分たりとも勉強できない日もよくありました。だから皆さんができなくても落ち込まないでほしいんです。みんなそんなものです。せっかくテスト効果について紹介したので、テスト効果が全く活用できないようなよくある失敗パターンをお話しします。本を読んだり動画教材を見るとき、話を聞きながらノートを取る人がいますが、それは脳科学的にお勧めできません。なぜなら、話を聞きながら何をどのようにノートに書き込むか同時に考えるとワーキングメモリがパンクしてしまうからです。ワーキングメモリとは、人間が何かを考えたり思い浮かべたりするために意識に物事を一時的に留めておく脳の働きのことです。これは科学的には7あるいは4個前後と言われていて、とにかく容量が少ないんです。だからワーキングメモリを効率的に使う工夫が必要です。話を聞きながらノートを取ると、思い出すことが少ないためにテスト効果が発揮されない上、とても脳が疲れてしまいます。先ほどの星博士によると、話を聞くフェーズと書き出すフェーズを分けることが効果的だと言います。話を聞くときは聞くことだけに集中し、ある程度聞いたら一旦止めて、聞いたことを思い出しながら一気にノートに書き出すのです。こうすることでワーキングメモリが効率的に使えるようになり、テスト効果も発揮することができます。改めて大事なことを言うと、書けない日を無駄な時間と感じる必要はありません。最大の原因は隙間時間の有効活用方法を知らないからです。今日お話ししたように、科学的根拠に基づいた方法で観察や思考を行うことで、絵のスキルを向上させることができます。私の体験でも、通勤時間や散歩中に絵のスキルを向上させることができました。これこそが書けない日を上達の機会に変えるアプローチなんです。このアプローチを身につければ、書けない日でも上達できるようになるし、視線と観察力も向上します。だから今日から小さくても隙間時間を活用する練習を始めましょう。まずは1日1分から始めて、通勤時間や散歩中に観察や思考を意識してみてください。この方法を続けることで、必ず書けない日も上達の機会に変えることができます。今日は書けない日を絵が上達する日に変える方法についてお話ししました。このチャンネルでは、絵の技術だけではなく、人生全般で役立つノウハウを解説していきます。後で見つけられるように、今のうちにチャンネル登録しておいてください。それでは今回はここまでです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。